皆様こんにちは。設楽さんハンドメイドのサラです。チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回はこちらのステンドグラス風のサークルを編んでいきたいと思います。とっても綺麗です。はい、今回私が使うのは、ダイソーさんのレース糸になります。これを編んでいくんですけれども、まず中心の色の糸とこの中のグラデーションの糸と外枠の糸、この3種類を使って編んでいきます。でこれをですね、この針ですね、針は 1.5mm の針を使って編んでいきます。でそうするとだいたいそうですね、大きさ的には 8.5 センチぐらいの大きさのこのサークルが出来上がります。はい、ぜひ皆様編んでみてくださいね。はい、それでは編んでいきます。まずですね、この中心の部分から編んでいくので、この中心の色の糸で糸を指にくるくるくると3回巻いたら、針はこの下を通して左から右へ糸を引っ張ってきます。下を通って引っ張ってきたら1回かけて引っ張ります。そしたら指から糸を外して、ここからまず鎖編み2回編みます。1回2回、そしたらこの輪っかの中に長編みを11回編んでいきます。かけてこの輪の中を通って引っ張ってきて、かけて2本かけて2本、こんな感じで順番にね編んでいきます。はい、今11回長編みが編めました。なのでこの柱が11本と一番最初のこの立ち上がりの鎖編みのところですね、これが輪っかの中に編めた状態です。ここから、糸端をピーッと少し引っ張ると縮まる方のこの根元、ここを引っ張るとこの輪っかが縮みます。である程度縮んだら糸端をキュッと引っ張ってこの輪を縮めていきます。でこの糸はここでカットします。でここをピーッと引っ張ってこれを最初につなげていきます。とじ針に糸をつなげたら、これを最初の頭ですね、ここが最初の鎖編みですね。でこれが一番最初の長編みになります。ここに針を前から後ろへ入れて、で今ここから糸が出てるんですけれども、ここに戻してあげます。後ろの方へこんな感じでね引っ張って、でこの形を整えたらこの糸は裏に糸処理していきます。あとこの最初のねこの糸も糸処理します。そうしたら今この中心の部分が編めたので、続いてこの外枠の色の糸でこの周りを編んでいきます。外枠の糸でまずはここ輪っかを作ります。私はこんな感じでねぐるっとしてこういう風にね輪っかを作ったら、これをですねこのどこでもいいんですけれども、前から後ろに針を入れて今作ったこの輪っかを引っ掛けて前に引っ張っていきます。そしたら1回鎖編みを編みます。で
同じ目に細編みを1回、今ここですね、編んだところと同じ目に針を入れて細編みを1回、そしたら隣の目に移ってここに細編み2回編みます。針を入れて、でこの糸も一緒に糸端もね編みくるむといいかもしれないです。一緒にこう針にかけてあげて細編み、もう一回同じ目に細編みを編みます。なので1目につき細編み2回ずつ編んでいきます。隣も細編みが1回2回、隣の目にも細編みで1回2回、こんな感じでぐるっと1周編んでいきます。ここが最後の目ですね。細編みが1、2で、ここで糸をカットします。ピーッとそのまま糸を引っ張ったらとじ針に糸を通して、ここですね、一番最初の鎖編み、ここが最初の細編みになります。この頭のところですね、ここの間に針を前から後ろへ入れて、ここも同じく糸が出てるところに戻してあげて、ここから出てますね。ここに戻して、この糸も後ろに見えないところに隠してあげてください。続いてこの中のグラデーションのカラーの糸を使っていきます。はい、まずは先ほどと同じく輪っかを作っていきます。で、今作ったこのどの目でも大丈夫です。前から後ろへ針を入れて、今作ったこの輪っかを引っ掛けて前に引っ張ってきます。そしたらここから鎖編みを2回、1、2で、同じ目に今ここから糸が出てるんですけども、同じ目に長編み1回編み入れていきます。かけて同じところに針を入れて2本ずつ編みます。はい、そしたら2回鎖編み、1、2で、1目、この隣の目は飛ばして、その隣ここに長編みを2回編み入れます。かけて、ここですね、長編み1回、同じ目にもう1回長編みで、そしたら鎖編みを2回、1、2で、隣の目を飛ばしてその隣へ長編み2回、1、2で、また鎖編み2回になります。この繰り返しになります。1目飛ばした隣に長編みを2回、1、2で、鎖編みを2回編んだら1目飛ばした隣に長編みを2回、はい、この編み方でぐるっと編んでいきます。ここが最後の目ですね。1つ飛ばした、ここに長編みを2回、1回、2回、そして2回鎖編みを編んだら最初の頭につなげていきます。ここに1目余ってますね。1目飛ばして、この頭ですね、最初のこの立ち上がったこの上ですね、ここに針を入れて引き抜きます。そしたらこのままですね、この隣の広いスペースにここに針を入れて、ここに1回引き抜きます。
で同じこのスペースに1回細編みを編んで1回鎖編みを編んだら、ここから3回長編みを編んでいきます。かけて同じスペースですね。ここに長編みを1回2回3回3回編めたら2回鎖編みを編みます。1、2、そしたら隣のスペースに移動します。隣のスペースには長編み4回編みます。かけて1回2回3回4回、そしたら鎖編みを2回編みます。1、2、この繰り返しでぐるっと編んでいきます。鎖編み2回終わったら隣のスペースに移動して長編み4回、1、2、3、4、4回長編みが編めたら鎖編みを2回編んで隣のスペースに移動します。ここにまた長編み4回編んで鎖編み2回編んだら隣のスペース、この繰り返しになります。ここが最後のスペースになります。ここにも長編みを1、2、3、4、4回編んだら2回鎖編みを編んで最初につなげていきます。最初のここですね、頭の部分に針を入れて糸を引き抜いていきます。そしたらこのままですね、このスペースまで引き抜き編みで移動したいと思います。隣の目に針を入れて引き抜きます。隣の目にも針を入れて引き抜いていきます。そうするとこのね、大きいスペースに来て、ここも1回引き抜いて、そして細編みを1回編んで鎖編みを1回編みます。そして4回長編みを同じところに編み入れていきます。1、2、3、4、そしたら隣の広いスペース、ここに移動します。このままですね、長編みを5回編み入れていきます。1、2、3、4、5、そしたらまた隣のこの広いスペースに移動します。ここも長編みが5回、順番にこの広いスペースに長編みを5回ずつ編み入れていきます。ここが最後のスペースですね。長編みを1、2、3、4、5、編めたら最初とつなげていくんですけれども、先に糸をカットしちゃいます。こうですね。で、糸をピーッと引っ張ってとじ針に糸をつなげたら、最初の頭ですね、ここに前から後ろに針を入れて、でこの糸の出ているところに戻して
の糸は後ろに糸処理してあげてください。この最初のねこの糸も一緒に編みくるんだ方が良かったですね。これも一緒に糸処理してください。続いてこの外枠の色の糸を使っていきます。ここで編んだ糸ですね。このぐるっと編んだところのこの糸でまずは輪っかを作ります。はい、輪っかを作ったら、どこでも大丈夫です。このですね、じゃあ例えばここだとして前から後ろにこんな感じで針を入れたら、こういうふうにまずはここ折りたたんじゃいます。でここにね針を入れやすいようにこんな感じでスペースを作ったら、今作ったこの輪っかをですねこんな感じで押さえます。ここに編み入れます。でこれが今作った輪っかで、まずは輪っかに針を通して一回針に糸をかけて、でこの目ですね、ここに編み入れるとこの目に針を入れて、今こういう状態です。で糸を引っ張ってきて、で長編みみたく編みます。かけて2本、またかけて2本編みます。こんな感じですね。でここから、鎖編みを3回編みます。1、2、3。そしたら隣のスペースに移ります。隣はここになります。今ここに編み入れて、ここです。ここもこんな感じで折りたたんで、ここに編むんですけれども、長編みをまず1回編み入れます。はい、かけてこのスペースに針を入れて長編みで鎖編みを3回、1、2、3。そしたら隣のスペースに移ります。こんな感じでねぐるっと編んでいきます。隣のスペースはここです。ここにこう折りたたんで、このスペースにまた長編みを1回かけて、スペースに針を入れて、長編み、そして鎖編みを3回、1、2、3。で隣のスペースに移って、ここですね、ここも折りたたんで、ここです。ここに長編みを1回編んで鎖編み、この繰り返しになります。長編み編んだら鎖編み3回。はい、そしたら隣のスペースですね。こんな感じでぐるっと編んでいきます。ここが最後の目になります。長編みを1回編んで、で鎖編みを1、2、3回。そしたらこの頭に、最初の頭につなげていきます。これ糸出てるんですけれどもね、最後後ろに持っていきます。この糸がピヨッと出ているこの根元のとこですね、ここに引き抜いて、で引き抜いたら、この大きいスペースですね、隣のここの大きいスペースにまずは引き抜いていきます。でそしたら、細編みを1回、同じスペースですね、広いスペースに細編み1回編めたら7回鎖編みを編みます。1、2、3、4、5、6、7。そしたら隣のこの広いスペースに移って、ここに細編みを1回で、また7回鎖編み、1、2、3、4、5、6、7。
そしたら隣のスペースに移って同じく細編みを1回で鎖編みが7回、この繰り返しになります。1234567、隣のスペースに細編みが1回、こんな感じでぐるっと編んでいきます。はい、ここが最後のスペースになります。今7回鎖編みが編めたところで、最後のスペースに細編みを1回編んで7回鎖編み、1234567で最初の根元につなげていきます。ここに根元のとこですね、ここに針を入れて引き抜きます。そしたらこのままですね、この隣から引き抜き編みで3回上がっていきます。引き抜き編みでこの目がちょっとちっちゃいんですけれどもね、こう1本すくう感じで針を入れて引き抜く、1回隣も1本すくう感じで、2回隣も3回引き抜き編みが出てきたら、ここからですね、この後ろのモチーフとつなげていきます。で、こういうふうに広げるとちょうどこんな感じでね、お花みたいな形になるんですけれども、このトップがどこのトップも後ろのこのスペースとつながる、重なる感じになると思います。はい、こんな感じでね、ここはここ、ここはここみたいな感じでね、こう重なり合うんですけれども、そこをこう止めながら編んでいきます。で、今ここのトップになっているんですけれども、ここはこことつながりますね。こう広げるとちょうどこの後ろのこことつながるので、今ここがこのままですね、ここに針を通して、後ろのここにも針を通して、ここに細編みで編んでいきます。そしたらこの隣からはちょっとここ広げてね、すぐこの隣から5回細編みを編みます。1、隣にも細編み、隣も細編み、細編み、5回細編みがここに編めたら、次ですね、この子ですね、この子とこの後ろのこのスペースですね、ここをすくっていきます。まずは前からここに針を入れて、後ろもこの広いスペースに針を入れて、このまま細編み、そしたらこの隣からはすぐ隣ですね、ここから5回細編みを編んでいきます。1、2、3、4、5、はい、そしたらまたこのスペースが来るので、前のここからここに針を入れてすくう感じで、後ろのこの広いスペースに針を入れてまとめて細編み、はい、この連続になります。隣から5回細編みで進んで、1、2、3、4、5、そうするとこの広いスペースが来るので、こ
こに来たら前のここから針を入れてすくって、後ろのこの広いスペースにも針を入れてまとめて細編み、はい、こんな感じでぐるっと編んでいきます。ここが最後になります。ここも前から針を入れて後ろにも針を通して細編みを編んだら、隣の目から1回2回3、4、5回細編みが編めたら最初につなげていきます。最初のここですね。前から後ろに針を入れて引き抜きます。そしたら次はぐるっと一周細編みになります。1回ここで鎖編みを編んで、隣の目から順番に細編みを編んでいきます。1目につき1つずつ細編みを編んでいくんですけれども、ちょっとコツとしては、こう見ると少しこうお花みたいにこうふんわりしてるんですね。こう高いところと低いところキュッキュッてなってるんですけれども、この高いところは、普通かちょっとかっちりめに編んで、このキュッと降りたところ、キュッキュッて降りるところはふんわり編むと結構こう丸く仕上がるのでね、綺麗にいくかななんて思います。こういうね、このラインの近くは少しふんわり細編みを編んでいきます。ふんわりで、このトップ高い部分の方は、普通に細編みですね。で降りてくるとちょっとふんわり気味になって、でまた普通に編むみたいな感じでね、はい、少しだけ意識しながら編むとね、うまくいくかなと思います。こんな感じでぐるっと一周細編みで編んでいきます。ここが最後の目になります。最後の細編みを編んで、でこのまま糸を切ります。ピーッと引っ張って閉じ針で、ここですね、最初のトップのところに針を前から後ろに入れて、で糸のこの出ているところに針を入れて戻してあげます。で後ろの方に引っ張ってきて、後ろで糸処理していきます。で最初のこの子ですね、この子も忘れずにですね、後ろに引っ張ってきて、この子も一緒に糸処理していきます。はい、完成しました。こんな感じで仕上がりました。皆様編めたでしょうか。これまた色を変えると大聖堂のステンドグラスみたいになってね、雰囲気も変わりますし、ぜひいろんな色で試して編んでみてくださいね。では今回もここまでご覧いただきありがとうございます。もし編めたよという方はグッドボタン残していただけるととっても嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。